昨日が、選挙だったので、はい、選挙エピソードです。じゃあ読もうね。読売新聞社の衆議院選立候補者へのアンケートでは、選挙時の SNS による偽誤情報の拡散について規制強化が必要との意見が 53% に上った。選挙時の SNS 発信の収益化を規制すべきだとの考えも 68% に及び、いずれも同じ質問した昨年の参議院選より増加した。偽誤情報拡散の対応について、弊害を防ぐため規制を強化するべきだとの考えに近いと答えたのは 11% で、どちらかといえばの 42% 合わせて 53% と半数を超えた。昨年の参院選は 45% だった。政党別では自民党が 63%、日本維新の会は 70%、中道改革連合は 80% に上っている。逆に、できる限り規制を設けずに発信の自由を尊重すべきだに近いのは 18% で、どちらかといえばを合わせるとネックレスしてるしはい、どちらかといえばを合わせると 32% だった。れいわ新選組や参政党はほとんどが規制強化に反対の立場を取った。 SNS 発信の収益化については、発信の自由を尊重しつつ規制するべきだとの考えに近いと答えたのは 26% だった。どちらかといえばを加えると 68% に上り、昨年の参院選の 59% から10ポイント近く上昇している。できる限り規制を設けずに認めるべきだに近いは 3% で、どちらかといえばを合わせても 17% にとどまった。政策ごとに見ると、参政と日本保守党を除いてほとんどの党が収益化の規制が必要との立場だった。近年は有権者が SNS を通じて各党の政策や候補者に関する情報を集めることが一般的になっている。ただ、特定の政党の印象を悪化させるといった偽誤情報もあふれ、問題となっている。閲覧数が増えるほど、投稿者が広告収入を得られる仕組みなどが刺激的な内容を発信する傾向を助長するともされており、衆議院選後に与野党は対策などを検討する考えだ。Yomiuri Shimbun survey of lower house candidates shows that 53% support stricter regulations on election-related disinformation, and 68% favor curbing the monetization of social media posts. Both figures have risen since last year's upper house election. While parties like the LDP and Nippon Ishin no Kai largely support these measures, others like Reiwa Shinsengumi and Sanseito remain cautious, prioritizing freedom of expression, with ad-driven provocative content and fake news becoming a growing concern. Both ruling and opposition parties plan to discuss formal countermeasures after the election. はい。というわけです。はい。まあ選挙の結果というよりかは、SNS のやつから始めようって感じなんですけど、なんか待って、昨日が選挙で、昨日ぐらいからなんか SNS に選挙の発信するのは違法ですみたいなストーリーが何個か上がってきてたんだけど、それの話なのかな。あかねにも上がってきてた？いや、なんかこのまとめのインスタのアカウントとかあるさ。これは選挙の当日にやったらダメですよってこと？そう、ダメですよっていうことを知らせるポストを普段政治の発信してる人たち、そうインフルエンサーの子たちとかがやってて、でなんか別にそうなんだぐらいだったけど、この SNS の話を見てると、投票の場でも要はさ、みんななんか投票しましたみたいなストーリー上げるのも、一応ちょっとこの記事とは違うやつで、誰々に投票しましたって言わなければいいんじゃないの？そう一応別の記事にあったのは、候補者が書かれた投票用紙とともに候補者名が書かれた投票用紙の写真とともに投票してきましたと投稿する、それが公職選挙法に
抵触するかもしれない、うんそりゃそうだよね。うんじゃあ別に投票しましたは関係ないよね。うん。誰に投票しましたっていうのをその日にあげなければいいってことだね。はいはい。あと投票所内での撮影が禁止されてる自治体もあるって。うんなんかこの遠隔で指示されてるやつらをはいはいはい。防ぐ目的と、あと他の人への普通に迷惑うんだけどさ、結構さ若い子たちって結構あらゆるとこで写真撮ってん。うんその日に。選挙何々選挙所入り口みたいな。うんだから投票しましたみたいなの流行ってるもんね。うんでもそれダメではないけど、うんこの話題がこの2日でめっちゃ出てきてるのはうん何って感じだけど、そんなに SNS 規制したいのかな。もうやっぱそうじゃない。まあでも誰に投票したってやってる人がいたんじゃん。でもさ、インフルエンサーの人とかあんに私はこの人に入れますっていうのを毎日毎日発信してるさ。うんだからそれをその日にやるのはダメですってことでしょ。そうだよね。うんでも誰に投票してるかオビアスだけどね。じゃあそれをリポストするのが当日に差し掛かっても、それはなんとか法に触ってしまうってことでしょ。細かく言えば。そこまで見てるかどうかは大物次第だはずね。そのインフルエンサー次第なんだろうけど、でもさ、那覇とかもさ、投票したらシールもらえるじゃん。うんあそうなの。どこでもらったことないけど、那覇市はもらえるらしいけど、那覇でももらえんかったって言ってる人もいたけどね。もらえんかったけど。なんかこの蝶々みたいなんか大駒だらみたいな絵が描かれてるなんかYou voted みたいなはいはいはいやつと共にって、シール上げてる時点で SNS に投稿させたいから上げてるのかなって思うわけ。なんかアメリカのマネじだね。別にそれ悪いことじゃないもんね。ゃん。南もシール欲しいしと思った。投票率を上げたいための作戦。お祭りに。うんでも SNS の発信とセットになるから。でもそんなに SNS 厳しくしたいんだったらもっとちゃんとこの場でそういうルールを作らないとやるんじゃん。一応この法律で決まってるけど、南なんかが知らないだけなんじゃん。あまりにもなんか馴染みなさすぎてさ。確かに。なんかウグイス嬢とかさいるじゃん、バスでなんとかかんとかよろしくとか、ああいうのも一応めっちゃルールがあるっていうさ、あれやってはいけないこれやってはいけないとか。でも見てる方ってあんま知らんさ。そうだね。で SNS って新しいツールだからより無防備っていうか。でも大変だろうねこれ SNS で規制するの。 SNS でもこの前もさ AI のエピソードでも誤情報がめっちゃ蔓延してるみたいだったから、結局 SNS のルールもっとこれダメですあれダメですって知らしめとかんと、それでもバンバン出てくるから、逆になんていうの、ただこっちのリテラシーを上げていかないといけない。まあ別にそんなにダメな人の投稿を見たことはないと思った。でさっきの誤情報の話なんだけど、規制を強化するべきだが一応 50% 以上だから一応強化するべきだというのがマジョリティだ。別にそこに何もあれないな。で今回の選挙の X での注目ワードは、最も多く投稿されていたテーマ、景気物価高対策、公示日の1月27日から2月5日の間に最も多く投稿されていたテーマが景気物価高対策で598万ツイート、すごね。でも彼も自分で投票するとき、AI 使った。待っていきなり待って、ツイッターじゃなくて AI の話。
AI 使ったってで何？一応キーワード検索するときに景気とか子育てのことをあかねはやっぱ調べた。ああ、キーワードとしてね。てかそれしかあんま身近じゃない。うん。それを AI に聞いたってこと？うん。で AI は例えばこの塔がおすすめですとか、おすすめですとかも言うんだ。おすすめですっていうか、どれがおすすめですかってあかねが聞いてるから、はいはいはい。でも断言はしないけど全部を細かく言って、じゃあその中で絞ってって言ったら一応絞ってはくれうん。る。同じことしてる人いっぱいいると思うけど。うん、でもさ、だからこれまた AI の話になっちゃうけど、うん。そのソースどこからよまで調べる人がほぼいないから、うん。結構やばいうん。なんていうの、怠慢じゃないけどさ、うん。横着。うん。だってさ、それって AI の会社の大元によっていくらでも操作できるじゃん。そうなんだよね。うん、だしさ、じゃあこれどこの記事からか URL 貼ってって言ったとしても、うん。例えばなんかメディアの記事とかを参照してきたとするさ、その自民党のホームページとか、うん。共産党のホームページとかじゃない、そのなんとか新聞とかの情報を出してきてる時点で、その人たちが右とか左とかもあるじゃん。うん。でそれでおすすめかつされてたら、なんか操作っていうか寄せられてる可能性めっちゃあるよね。うん。あると思うん。だし SNS とかマスメディアとか、AI っていうか、そのテック系のとこから発信されてるのって、南のイメージだとなんかリベラル系っていうかさ、う。うん。だからなんか結あんまり局強いこと言わない。なんか結局みんな自由であるべきとか平等であるべきみたいな、そういう思想にいっちゃうと思うのよ、リベラルだと。うんうんうん。でそれを見てまたツイッターとか、インスタとかうん。言ったら、インスタってリベラル村だからさ、うん。多分ね。で、あ、やっぱそうだよねってなって、なんかあれなんじゃない？まとまっていってる。高市さんやばいみたいになるとか。確かに。そのワードあるじゃん、なんかエコチェンバー、エコチェンバ何エコチェンバーって。ー。アカネのスマホに出てくる情報うん。はアカネ仕様になってるじゃん。うん。でアカネがもう見たい情報しか出てこない、うんうん。どこを見ても。うん。そこのアカネ村がエコチェンバーってこと、はいはいはい。それ以外の情報に触れ合ってないから、もうアカネの世界はそれが全部になっちゃってて、うん。胃の中の蛙みたいなもんだ。はいはいはい。SNS ではよくそのなんかワードが出てくるんだけど、その自分がそのエコチェンバーの中にいることを自覚してないと、うん。こうなんか自分が無意識に世の中ってこうだよねみたいなのにどんどん寄せられていって、うんうん。意見が偏るうんうん。的な。そうだね。はい。でもう一回 X の話なんだけど、公開されている全アカウントの投稿について政党に関連するワードはどれぐらいあったかの政党別グラフ。最も多く投稿されていたのは自民党、うん。1176万件、次いで中道682万件、賛成令和保守の順。なんだかんだ自民党の注目度すごいね。沖縄も4区全部自民党が勝つという初の出来事、もうやっぱ世の中がその流れなんだよね。保守ムーブメント。うん。もうあれだはずね、次の県知事選とかデニーさん弱いはずね。もそうだね。どうなるんだろうね。うで AI の進化、そうそうそう、この
AI 偽動画がたくさんあるのをどうやって見極めるかのコツね。一つ目はロゴやラベルの確認です。例えば空で作られた動画には空というウォーターマーク、透かしが入りますし、Google のジェミニなら星型のマークや文字が入りますと。で、2つ目はディテールの不自然さ。技術は向上してますが、まだ完璧じゃありません。人の指が長すぎる。歯の並びがおかしい。手に持っていたものが突然消えるなど。細部を見ることでおかしいと気づくことができる。3つ目は関連情報との比較。今後さらに技術が進化すれば、動画や画像だけで本物かどうか判断するのは困難になります。そこで重要なのが、投稿者がその時そこにいたかという事実や発信元のプロフィールの確認です。ごめん、なんかさ、誰も見ないよね、そんなこと。てかさ、こういうさ、見分けるコツとか意識してるやつが、そもそも騙されないから、あんまり。気にしてる人は最初から気にしてるし、でも結局見ないやつは見ないだろ。透かしとかロゴがない場合もあるよね。それは指が6本あるとか、それさえもなかったら分からんくない？分からんし、それをみんながリポストしまくって、めっちゃ巨大になってたら、もうこれが本物みたいな。そうなんだっけな、例えば先月中旬には高市首相の顔を不自然に加工した画像と、高市早苗の姿は心の闇と恐ろしさを物語っているという文言が X に投稿され、360万以上表示された。で、柔道改革連合の斉藤共同代表の人間より他にもっと大事なものがあるとテレビ番組で発言した動画は80万回以上表示された。で、それに続くそういう考え方には立たないという発言があったんだけど、そこは削除されていた。で、野党党首らが封建放送で踊り出す偽の動画、それは偽ってわかるな。で、有権者を惑わせ世論を操作するような偽誤情報の発信。このままでは民主主義の根幹である選挙が SNS に振り回され続け、公正さが歪められてしまうって。そうですね。どうするの？でも何を見たらいいのか分からんくなるね。そうみんなが見てるもので騙してくるから。テレビはもともと騙してるから。でも映像を変えてテレビに出すっていうこともあるわけ。待って、映像を変えて AI で作った映像をテレビで流すってあるわけ。テレビ側も騙されたらあるんじゃん。じゃあもうでもさ、こういう AI 動画が拡散されましたっていうのをテレビが流すとするじゃん。でも AI 動画って分かってても一回人間って見るじゃん。見たら結構もう印象ってさ、植え付けられるから、だしテレビだってチラって見て終わる人もいっぱいいるわけじゃん。とかなんかテレビの切り抜きがまた使われて出てたら、この何々テレビに出てましたみたいになったら、もうなんて言うんだろう、わざわざこれが本物か調べるほどみんなそこまでは興味ないと思うわけ。なんかそこまで時間がある人あんまいないんじゃん。ないし、それ調べるさまた。で、今の人ってもうチャット GPT 使いすぎだから、チャット GPT とかツイッターだったらグロックっていうなんか中にいる AI みたいなのがいて、これは本当ですかとかそいつに聞くわけ。でそいつがこれが本当ですって言ったらそれも本当か分からんさ。で結局確かめるのにも AI ツール使ってるからみんなが、じゃあ最後お前はいつ自分で調べるんだよみたいな。でじゃあなんか厚生労働省とか経済省のホームページ行く人いないじゃん。一部の人しか。で結局手前の分かりやすい情報とかなんか面白そうなのに飛びついて拡散させられるから無理じゃん。
なんかさむずい。なんか前 AI のさエピソードでもさ、うんうんこみたいな投稿を何百万もした方が勝つみたいなのあったさ。うんまさにその状態じゃん。どんだけフェイクでも話題をかっさらったやつの勝ちみたいな、うん、そうですね。そんな感じだよね。うん、どうやって規制するのかな。規制でもさ、選挙とかまで行ったらもうちょっと本当に考えないといけないよね。うん、AI に負けてる実際めっちゃ人間が。惑わされてるっていうか参考にしてるわけじゃん。うんこの個人の発信もうん切り抜き系もうんだし、テレビもまあ結局ね選挙になるとうんまとめてる人たちだからうんうん見るし、うんでエコチェンバーに戻るけど、うんそれで自分がクリックしてるのとか再生してるのでうんアカネチェンバー作ってるからこっちも、うん結局偏った村にしか住めなくて、うん何もなんか中立な村にはもう行けない。誰も。でもさ、これ携帯がまとめてくれてるじゃん、自分のことを。だからそれで例えば選挙のことを調べて自分にはこれが合うって思ったら一応当たってるんじゃん。自分のことを考えをまとめてくれてるから、それに寄せた回答をしてくれてるってことでしょ。っうん、それはそうだと思う。てことは絞ってくれてはいるみたいな、うん自分の普段の考えに沿って。うん、それは間違いない。だってあかねいつも AI に子育て、子供のこととかうん仕事のこととか聞いてるから、多分こういうフリーランスで小さい子供がいてみたいな人に合う候補者を選んでるわけね。うんうんだから一応合ってはいるんだけど、全ての情報を見てるわけじゃないから、本当にこれでいいのかはわからない。うん。で最終的にやりたい自分が投票したい人はいませんみたいなうん回答をしたら、そういう人が多いですみたいなうんで、誰に投票したくないかで選びましょうみたいな、うんこの人になってほしくないとか、この党になってほしくないっていうので選んでいきましょうみたいなのが出てきた。うん。確かにそれもいい考えだと思ったけど、そうかもね。自分が応援したいところがなければね。うんうん。なんか別の人のそのツイートで見たけど、うんあなたがどこに投票したり、この個人的に好きな政治家がいたり政党がいたりしても結局自民党が勝つんですみたいな、うん何をしてももう変わりません、投票前からそれは決まってますみたいな、うんこのことをなんかつらつら言ってる人がいて、うんだからこの今の小選挙区制とかうんいろいろな問題、このなんていうの、こういう制度だと逆転もできない、絶対にうん自民党でしかないからなんだろう、そこの候補者がなるべく落ちるようなそいつのライバルにうん入れて、うんだから名前書かないこともできるじゃん。うんそれよりはその相手となる人の候補者を変えた方がうんちょっとその力になるほどね。なるみたいなこと書いてたけど、なんかそう別にもう好きな人に入れればよくないって思うわけ。うんなんかこの一応一人一票ずつあってさ、清き一票でさうんはあるけどさ、うん正直変わらんじゃん。うん自分が行こうがいいか前がうんそれでもやるわけじゃん。うんそれって別に自分がこの書いた票で結果変わったらどうしようとか思ってる人本当いる？いないでしょ。じゃないじゃん、みんなのパワーだから。うんだったらもう変に一般市民が作戦練らないで好きな人に入れた方がよくないかなって思ったけど、うんそうじゃん。なんかこのでも逆にこの選挙行かない人って自分が行っても変わらないでしょって思ってるから行かないじゃん。それもある。でそれが大衆になると困るから投票行ってくださいって言ってるけど、投票に行った後のメリットとか自分の力がどれぐらい加わってるかみたいなのがもっと分かったら投票に行く気になるかも。一応考え方だよね。別に一人一行が行かないか変わらないけど、個人レベルでは。でも行かないんだったら
何も言わないでよみたいな。けどなんか今ってさ、南アメリカの世代とかって選挙今まで以上に盛り上がってるさ、今まで誰も行かんかったくせに、でなんかでみんな行き出して、まあだからインスタ村ってリベラル村だから、要は自民党は嫌だわけよ大体の人が、で今回圧勝しちゃったじゃん高市さんたちが、でそんなの予想でもみんな分かってたはずなんだけど、やっぱリベラルな人たちは今泣いてるわけよ、なんかこれでなんかどんどん戦争が起こって、同性愛が迫害されてでなんか移民がやばいぐらい入ってきて終わったみたいな、なんかだってもう結果最初からほぼ分かってたのに、そんなにドラマチックに嘆くことなのかとも思うわけよ、もう決まったんだから応援するしかないさ、じゃあ分からん、なんかそのなんか泣いたりとかさ、なんかトランプが関係者じゃあるまいし、なんだっけ、トランプがこの再選した時もさ、これで世界が終わるみたいなさ、めっちゃ泣いてる、なんかドラッグクイーンとか、もうなんかおかしいでしょあれそういうことなんていうのそんなに激変わりするなんかドラマクイーンじゃないけど、そう激変わりしない。だって50年自民党なんだからさ、なんだろうな、変になんか大改革が起きるという期待を持ちすぎてて、でそのあなたたちのエコチェンバーの中で見たこのまま戦争になりますみたいな、村、でどんどん世の中暗く見えちゃって、今度自民党がなんか300席も議席取ったからもう泣きたいわけじゃんみんなそのアゲインストわかる、平和主義の人たちが、けどそんなに落ち込まんでも大丈夫って思うわけよ、なんか何言いたいか分かる、なんか感情的になりすぎてる気がするわけよ。まあだからそれもメディアとかSNS のせいじゃない。なんか誰々当選したから終わった、みたいなさ、分かる、そういうツイッターとかさインスタとかもうなんかこのまま破滅に向かいますみたいな感じとか、なんか逆に誰かが逆転して、その自民党以外の人がボンって勝った方が逆にどうなるのっていうのも、待ってもこれ言うとちょっと別にそこ押してるわけじゃないのよみなみは、けど最初から予想出てるし、もう分かってたことじゃん。でそれでも別に支持しないから自分はちゃんと自民党以外のこの党を押すとか、沖縄の区だったら、個人的な知り合いがいたらその人に入れるかもしれないし、なんかオール沖縄がいいんだったらそこに入れるかもしれない、その個人的にやってもうそれでいいわけよ、で近場の人と話せばいいけど、なんかいちいち SNS とかでなんか終わったとか笑ったとかなんか死ぬとかごめん南が見なければいいのか、なんか感情的すぎる人たちを見てるとなんかおかしくなる、見てたら、面白くてなんかなんていうの伝わる、なんていうんだろう、もう国の出来事がもう自分の人生が激変わりしたみたいなっていう表現でしょ。一応実際それも正しいさ、私そうだと思うんだけど、なんかこの誰か一人の候補者を悪魔みたいに見立てるのはあんまよくはない気がする、なんかこの安倍さんの時も、トランプが前大統領だった時も、結構自分も情報に惑わされて、なんか悪魔みたいに見えてた時もあったわけよ、情報をどっちも取るっていうのが大事ってことでしょ。どっちもだし、なんか南の個人的にやってるのは、友達とかに
うん、こいつはちゃんとしてるやつっていうのがちゃんとしてそうなやつがいるわけよ。要はこれどう思うみたいに言って、うん、こんな記事とかあるけどみたいに言ったら、要は文部科学省とか本物の記事を出してくる人たちがいるわけよ。はいはい。で要は論文とか PDF を読み込んで、ここにここで書いてる全部読んでみろみたいなことを言ってくれる友達が、うんまあ、少なからずいて、うん、最終いつもそっちに聞いてどう思うって言って、より真ん中っていうかうん、ニュートラルに近づける、うん、自分がこっち側行ったらちょっとこっち行ったらこっちうん、で、それでもこっちって思うんだったら自分の今気持ち、うん、確かに。立場としてはこうかなみたいなことをするけど、やっぱめんどくさいよね。めんどくさいし、全員はでそんきないと。な時間ないしみたいなね。でもその要は SNS で発信するんだったらそこまでした方がいいよってことでしょ。そんな気がする。でもそこまでしたらそういう終わったとか言ってないはずねってことでしょ。でも結局選挙ってなんか茜が送ってくれたなんかアメリカ系の記事にもあったけど、うん、もう高市さんはこの、はい、解散総選挙しますって先月ぐらい発表したけど、そっからは何ももう喋らない方がいいみたいな、うん、もう存在してることに意義があるみたいな、うん、それで勝てるみたいな、結局勝ったし、うん、なんか最終的に今回のは普通に現実問題高市さんが人気だっただけな気がするわけ。うん。でもアメリカもめっちゃ推してるんだって思った、あの記事見て。確かにトランプさんとのまず相性はいいんじゃない、その、うん、ちゃんと合わせてこっちが合わせていってるじゃん向こう、うん、そうだね。だしみんな自民党が好きなわけじゃなくて、うん、普通に高市さんに期待してる人がいっぱいいる気がする。うん、だし関係ないけどやっぱ女性ってのも大きい気がするうん。彼もそう思う。ね。なんか何かこの人は今までと違うことをしてくれそう感がある。そうそうそ私生活を見ててもだし、まあ、女性っていう強みう、うん、を生かしてくれそうな人って感じ。だしさ、結局さ、さっうん、きもさ、論文が PDF がとか、まあ、なんか頭いい風のこと言ったけど、うん、高市さんの何がいいか全部羅列せよって言われたらうん、わからないし、うん、もういちいち調べたくもないけど、うん、なんかいい感じみたいな、うん、結局雰囲気でかいよね。雰囲気でかい。だってこのそうかね、この記事 Big win for Japan's prime minister is good news for the US ねねめっちゃウケるこの記事と思った。めっちゃ、死にね、押してる。なんか、なんかイメージが結局重要だよね。さっきからさ、なんか誤情報がどうだこうだって言ってたけど、結局、キャラクターじゃん。見せ方うまいなっていつも思うし、うん、だし、ちょっと一昔前に高市さんと小泉対決みたいなのあったじゃん、首相がどっちになるみたいな、うん、これは自民党の中の選挙だけど、うん、その時に多分大体の人がやばい高市さん勝ってくれないと死ぬみたいなになったと思うのよ、で勝ったから結構もう情があると思うわけ。うん、あの時で。そうだし、やっぱり関係ないけど女性って関係してんだなって自分でも思う。このなんかエンパワーメント感がうん、ある。あれがおじさんだったらここまでなんかもう見てもなかったかもしれないし、うん、なんかさ、なんか体がリウマチでとか、うん、なんか旦那さんがとかの話聞いて他のおじさんにはない、うん、なんか体大丈夫かなとか、うん、頑張ってほしいって思う気持ちがおじさんだった時の首相とかよりあるもんね。うん、そうだね。私なんかちょっとなんていうの、女性になることでこの今風というかなんか日本がついてきた感、進んでる感じがあるよね。進んでる感がちょっと出た。それはある。うん、あとさ、普段のさこの喋り方うん、がたまに普通の話し方するさ、うん、わかる、いきなり関西弁喋ったりとか、うん、その人間の出し方がうまい気がする。うん、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 今までの男性の人もやってたけどなんかあんま変わらない。うん、だから顔とか雰囲気とかめっちゃ大事だし、結局それでしかないのかな。でもそれでみんな選んでる気はする。ね、
だってじゃないとだってアイドルの20歳ぐらいの時とかアイドルの政治家とかいないよな。うん20歳ぐらいとかさ20代前半の時ってそれの雰囲気で選んでみたもん分かる。うん内容とか見ないでこのおじさんなんか楽しくなさそうとかさうん写真見て選んでた。うん若い時はね。でもなんか回り回って結局そこの土台がないと、うんどっちも大事だけどその中身もうんやっぱイメージ勝負うんだよね。うんうんでもだから立候補してる人もやっぱそこイメージ上げるためにメディアとか SNS に出た方がいいんだろうね。うんだし SNS もちゃんとやってる感とかうん人間っぽい感とか、うんあとなんかよくさ男性政治家の人たちはさ笑わないじゃん。うんそっちの方が強く見えるから笑わないんだと思うけど、うんやっぱ高市さんとか総理になってからしかここまで注目してないけど、ずっとやっぱ笑ってる。ずっと笑ってるのってあれめっちゃ意識的にやってると思うし、うんなんか笑わないタイプの南が言うのもなんだけどめっちゃ疲れると思うわけあれ。うんなんか多分もともとずっとニコニコしてるかって言われたらさ、ああいう仕事の人ってさニコニコしてる場合じゃないっていうかうんシリアスモードだと思うわけよ。うんだけどその笑顔エネルギー消費力も使ってるわけじゃん。うんわかる？男性にはない消費力そうだね。がなんかよりなんていうのシンパシうんー頑張ってほしいって思わせる力が結局あるからこうなったのかと思うんそうかう。結もしれない。局人気。うん今そのムーブメントが起きてるみたいな感じ。だしでも普通になんか物高いし、なんか移民のなんとかとかさいろいろあるからいろいろどうにかしてほしいことはあるけど、それがどうなるかとかもう分からんもん。うんね、分からんもん。だから景気良くなってほしいけど稼ぎ出すしかないよね。結局そう思ってるいつも。ね、自分次第。だって投票できるときはこの上の人たちにどうにかしてほしい、うん国がこうあるべきってあるけども、一回選挙終わったらもう個人の生活にフォーカスするしかないじゃん。うんなんか昨日もみんな集まってその話してたんだけど、選挙とか政治とか、話せば話すほど自分がこう思ってて何が変わるんだろうっていう気持ちに同時になっていく。意見を持ちつつもうんそれが世の流れに反映されるか分からんだろうってこと。そうそう、結局自分の生活が一番大事だから、国をどうしたいとかさどうなってほしいとかあるけど、それが直結する構図がそんなにちゃんと見えてないから、だから結局諦めがちになるっていうかなんかあれとも一緒じゃん。ほらこの前の辺野古選挙の話もしたじゃんね。その時に基地反対を訴える人よりもこの子育てとか医療費を無料にしてくれる候補者が今ずっと選ばれてるっていうのと一緒で、本当にそうそんななんか思う。お国を守るとかそれ庶民はそれどころじゃないから。でもそれがずっと続いて日本が変わらないのも違うと思うけど、でもなんか今は日本のことより自分のことって感じ。結局生活が苦しいとさ絶対そうなるさ、なんかそこら辺もなんかちょっとデザインされてないかなって思うわけ。だって生活苦しくしたらそこデにザインされてるわめっちゃそこしかフォーカスできんさ絶対、その時に法案とかこの軍系のことが動くってよく言うじゃん、この目くらましされて、あやばいパン高卵高みたいに言ってる間に法律変わってるみたいな、だからその渦で踊らされてる可能性大だよね。でもそういう情報を調べて言ってる人ほどなんかその国に対しての意見が強いよな。情報を調べてる人、
政治の情報ってこと？うん、政治の情報とかそういう法案とか、うん、なんていうの、今南が言ってたようなこととかで、自分の生活にフォーカスしてる人はやっぱそういうのに無関心。うん、まあでも AI と SNS の使い方、うん、使ったけど今回はうん。また使うと思うけど、使い方は見直したいと思います。使いつつ調べつつ、うん、まああとはあれかもね、なんかこの今今の情報じゃなくてちょっと歴史の流れとか見てみると、うん、結局こうなるんだみたいなのって冷静に分かる時もあるさ。うん、うん、どんだけなんか自分がやっててもうん、大きい流れが今こうだなっていうのがうん、分かったら、なんか勉強してほしいっていうか、勉強することによって冷静になったり安心できたりうん、不安にならなかったりするっていうメリットがあると思います。うん、確かに。うん、まあ踊らされないようにします。うん、だから沖縄も今回のあれでもしかしたら記事反対の人が泣いてるかもしれないけど、うん、そうじゃなくてちゃんとまた対話をさうん、していって、冷静に、冷静かつ情熱的に。うん。はい、はい。That's all for today. Bye. バイバイ。